時間がないビジネスマンでも最短1日で生成 AI パスポートに合格できます。こんにちは、はやたすです。今回は今人気の AI 資格、生成 AI パスポートの学習ロードマップを徹底解説していきます。今この動画見てる人の中には、生成 AI パスポートを受けたいんだけど、何から手をつければいいのか全然わからない。そんな状態の方も多いんじゃないでしょうか。実は全部で5章ある資格範囲のうち、特に出題されるのは2つの章だったりするんですけど、そういった情報を知らない人も多いと思います。もしそのまま資格情報を知らずに、ただ闇雲に勉強を続けると、何十時間も学習したのに結局何をどこまで覚えたらいいのかわからず、あまり理解が進まないまま試験日だけが近づいていきます。最悪の場合何十時間かけて勉強したのに準備が間に合わなくて1万1000円払って不合格なんてことにもなりかねません。でも逆に言えば試験範囲の優先度と正しい学習ステップさえ分かれば、生成 AI パスポートは短時間で合格できます。僕自身 G 検定を取得した1ヶ月後に受験して約5時間の勉強で一発合格しました。G 検定の知識があれば5から10時間で合格できますが、ゼロから始める人でも正しい方法で学習すれば30時間以内が現実的な目安です。というわけで今日は生成 AI パスポートに合格するために試験の全体像、シラバスの優先度、勉強時間の目安、最短ロードマップを解説していきます。今日の内容を押さえるだけで生成 AI パスポートの資格対策をする上で何から始めればいいのか全てわかります。それでは早速始めていきましょう。まずはじめに生成 AI パスポートがそもそもどんな資格なのかを簡単に説明しておきます。一言で言うと、生成 AI パスポートとは、生成 AI を安全に活用するための素養があることを証明できる資格です。具体的には生成 AI の仕組みや活用方法、セキュリティや著作権といったリテラシーを問う問題が出題されます。なので、非エンジニアや IT にそこまで詳しくない方でも十分に合格できる試験です。実際受験者の中心は営業、マーケティング、人事、企画職など、いわゆるビジネス職の方が多数を占めています。AI に興味ある。でも何から勉強すればいいのかわからない。そう感じている方にとって最初の資格としてぴったりなのが生成 AI パスポートということになります。それでは次に試験概要なんですけど、特に知っておいてほしいのが受験方法と合格ラインの2つです。まず受験方法は IBT 方式です。IBT 方式とは試験会場に行くのではなく、パソコンやスマホ、タブレットを使って自宅で受験できる方法になります。こうやって聞くと、自宅で受験できるならネットで調べながら問題を解けるのって思った方もいるかもしれないんですけど、生成 AI パスポートでは試験中のカンニングを禁止されています。また60分60問なので、1問あたり約1分しかありません。だからそもそも時間的に調べる余裕がないんですね。これは IT 系の資格勉強に慣れている人ほど引っかかりやすいポイントで、似たような資格の G 検定は答えを調べながら解けます。でも生成 AI パスポートは手元に資料を用意したり、生成 AI に質問したりしながら回答するのは禁止されているんですね。ちゃんと記憶に定着させた上で試験に臨む必要があるので、テキストをなんとなく読んで流れがわかればいいかという勉強方法では通用しません。次に合格ラインですが、生成 AI パスポートは60問中42問正解。つまり 70% で合格できます。70% で難しそうと感じた方もいるかもしれないんですけど、言い方を変えると10問のうち3問は間違えられるので、出題頻度の高い章に絞って対策すれば十分に合格できます。それでは次に試験範囲について解説していこうと思うんですけど、実はこの試験範囲の理解が合否の9割を決めると言っても過言ではありません。なんでかっていうと、全部で5章ある資格範囲のうち、全て均等に勉強しなくても、特定の章を重点的に学習するだけで合格できるからです。なので暗記が苦手とか、試験範囲を全部覚えるなんて大変すぎると感じた人は安心してください。そして試験範囲のシラバスとしてはこのようになっています。結論からお伝えすると、5章の中で特に重要なのが3章と4章です。この2つの章を集中して勉強するのが、生成 AI パスポートに最短で合格するための秘訣になります。もちろん他の章も勉強した方が合格の可能性は高くなるので、各章の内容を簡単に確認していきますね。第1章は AI 人工知能で、機械学習の仕組みやニューラルネットワーク、AI の歴史といった基礎知識が範囲です。AI の基本的な概念を理解するための章で、内容の難易度はそれほど高くありません。出題数もそんなに多くないので、人工知能とは何かを理解しておけば大丈夫です。第2章は生成 AI、ジェネレティブ AI で、チャット GPT をはじめ、トランスフォーマーや RNN といった生成 AI の仕組み、それから画像生成、動画生成 AI が範囲に入ってきます。実は2026年2月のシラバス改定で、GPT-O1、O3、O4、GPT-415、5、ソレやオペレーター、コーデックスなどが新しく追加されました。それだけでなく、ジェミニやクロード、コパイロットも出題対象です。各モデルがどんな用途に使うものなのかという特徴レベルで押さえておけば問題ありません。続いて第3章は現在の生成 AI の動向です。生成 AI パスポートの中で最も重要度の高い章の一つで、RAG AI エージェント、MCP といったトピックが含まれています。RAG ってそもそも何という方も多いと思うので簡単に説明すると、RAG っていうのは AI に最新の情報や自社のデータを検索させながら回答を生成させる仕組みになります。ノートブック LM で社内資料をアップロードして質問するのと仕組みとしては近いです。MCP は AI エージェントと外部のアプリやツールをつなぐ共通の企画で、例えば MCP を使うと、クロードコードから Gmail の下書きを作って実際に送信したり、Google スライドを作成したりするみたいな動作を自律的に行ってくれます。この第3章は2026年2月の改定で大幅に内容が更新されて、RAG や AI エージェントの内容が丸ごと新規追加されました。以前のテキストで勉強していた方は特に要注意で、ここのトピックは最新情報を確認する必要があります。第4章は情報リテラシー、AI 社会原則で重要度が高い章の2つ目です。著作権、個人情報保護、セキュリティといったリテラシー系の内容
容に加えて AI 社会原則、そして2025年6月に公布された AI 新法が範囲に含まれています。具体的には生成 AI で作った文章や画像の著作権が誰のものなのか、社内情報を AI に入力するときの注意点は何か、といった社内で AI 活用を考えるビジネスマンが実際に直面するテーマです。特に AI 新法は今回の改定で新しく追加されたトピックなので、試験前に必ず確認しておきましょう。最後の第5章は、プロンプト制作と実例です。チャット GPT などの生成 AI に対してどう指示を出すかという実践的な内容が中心になっていて、普段から生成 AI を使っている方にとっては比較的得点しやすい範囲なんですけど、プロンプトの書き方のコツや用語は押さえておく必要があります。以上が生成 AI パスポートの試験範囲と特に出題範囲の高い分野です。まとめると第3章と第4章の出題範囲が高いので、ここに勉強時間の半分以上を使うぐらいの配分で対策すると合格レーンには確実に届きます。そして実際にどれぐらい勉強すれば合格できるのかという勉強時間の目安なんですけど、結論からお伝えすると生成 AI パスポートは正しい方法で学べば完全にゼロからでも30時間以内で合格できます。なぜそんな短時間で合格できるのかというと、試験範囲でお伝えした通り、5章ある試験範囲のうち、第3章と第4章を重点的に対策すれば合格レーンの 70% に届くからなんですね。闇雲に全部覚えようとせず、出る場所を絞って対策すれば、勉強時間はぐっと短くできます。30時間って言われてもどれぐらいの期間かピンとこないなって感じた人もいるかもしれないんですけど、例えば平日1時間、休日に2時間ペースで進めると、大体3週間ぐらいで合格レベルに到達できる計算です。平日1時間なら、通勤電車や昼休みの隙間時間でも十分に確保できる時間ですよね。ちなみに Python や AI の基礎知識がすでにある方なら、半分の15から20時間、G 検定をすでに取得している方なら、5から10時間で合格レベルに届きます。僕自身 G 検定を取得した1ヶ月後に受験して、勉強時間はおよそ5時間で一発合格できました。なぜ5時間で済んだのかというと、G 検定で学ぶ機械学習やディープラーニングの基礎が、生成 AI パスポートの第1章、第2章とかなり重なっているからなんですね。その分の勉強時間が丸ごとカットできるので、これから他の AI 資格を取りたいと考えている方は、G 検定から生成 AI パスポートの順で取得すると、学習時間を短縮して効率よく資格取得できます。そうしたらここからは実際に学習ロードマップを3ステップで解説していきます。早速ステップ1なんですけど、まず公式テキストを使って出題範囲の全体像を把握していきます。ここで意識してほしいのはテキストの内容を全て覚えようとしないことなんですね。全部覚えなくていいのって思った方もいるかもしれないんですけど、最初は試験でどんな用語が出るのかをざっくり知るだけで OK です。なぜかというと、どこが重要でどこが軽く流していいのか判断がつかないまま学習を進めてしまうと、闇雲に時間を使ってしまうからなんですね。この後お伝えするステップ2で実際に問題集を解きながら自分はどこが弱いかを可視化していきます。だからステップ1の段階ではこんな用語があるんだと掴んでおくだけで十分です。というわけでステップ1では公式テキストを使って学習を進めていくんですけど、正直な話をするとここで使う公式テキストがめちゃくちゃ読みづらいんですね。でも生成 AI パスポートは参考書がまだ少ないので、書籍で学ぶなら公式テキストを選ぶしかありません。もし今見てもらってるように動画で生成 AI パスポートについて学んでいきたい。実は自分も公式テキストが読みづらくて挫折しそう。そう感じている方には今生成 AI パスポート対策チャンネルという生成 AI パスポートの試験対策に特化した YouTube チャンネルを準備しています。僕の監修で分かりやすい講義をお届けしていきますので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。続いてステップ2では問題集を解いて各章の得点率を記録します。実はこれが30時間で合格するための鍵で、テキストをじっくり読み込むよりも、とにかく問題を解いてしまって、自分がどの章でどれぐらい点を取れるかを可視化する。これが生成 AI パスポート合格への近道になります。問題集を解いて得点率を記録するとき、すでに 70% を超えている章は復習を後回しにして OK です。逆に得点率が低い章、具体的に言うと 70% を下回る章に関しては、わからなかった問題を公式テキストで振り返って復習するようにしましょう。ちなみに問題集は4択問題が多いんですけど、なぜ正解の選択肢が正しいのかだけでなく、なぜ他の3つが不正解なのかまでセットで考えると、1問あたりの学習効果が4倍になります。これは学習効率を上げる上でも非常に重要なポイントなので、しっかり押さえておいてください。最後にステップ3では苦手な章を AI を使って復習します。生成 AI パスポートを学習する9割以上の人は使っていないんですけど、効率よく復習したいなら、ノートブック LM を使うのがおすすめです。ノートブック LM っていうのは Google が提供している無料の AI サービスで、PDF をアップロードするとその内容を理解して質問に答えてくれたり、フラッシュカードやクイズを自動生成してくれたりします。具体的には公式テキストの PDF をノートブック LM に読み込ませて、苦手な章のクイズやフラッシュカードを作ってもらえば、用語の暗記が一気に進みます。さらにノートブック LM に、〇〇とはなぜ重要なのか、実務でどう使われているのか、という風に聞きながら背景情報まで理解しておくと、選択肢の引っ掛け問題にも対応できる応用力が身につきます。このように AI を活用すれば、学習効率を何倍にも引き上げられる自分専用のセルフ問題集の制作が可能です。あとは問題を解いて 70% を超えるまで基礎を振り返るというサイクルをどんどん回していけば、未経験からのわずか30時間で生成 AI パスポートに合格できます。ここまで聞いて、よし、自分もこのロードマップに沿って生成 AI パスポートを取得しようと思ってもらえたならすごく嬉しいです。ただ今から頑張って生成 AI パスポートの学習を始めようとしている人に水を差すようなんですけど、こういう資格の勉強って知識として身につけて終わりにしてしまうと正直何も変わらないんですね。大事なのは生成 AI パスポートで学んだ知識を実際の仕事や日常の中でどう活用するかです。これは AI データ分析の領域で長く仕事をしてきて一番強く感じていることでもあります。僕はこれまで AI データ分析を学んでキャリアアップしていきたいという人を何百人と指導してきました。そこではっきり分かったのは、最後に伸びる人とそうでない人の差は元々の能力
力でも経歴でもなかったということなんですね。ただ一点、学んで終わりにせずその日のうちに一つでも手を動かしてみるかどうか、本当にその差だけでした。例えばうちの受講生に60代のスギちゃんさんという方がいらっしゃるんですが、この方はすでに定年を迎えられていて、AI に関してもチャット GPT と会話する程度の知識しかありませんでした。そんな状態から学習を始めて、コースで学んだ知識をすぐに自分の業務で試し始めて、4ヶ月で毎日手作業でやっていたデータ集計を AI で完全に自動化できるようになったんですね。その結果、社内で AI 活用の推進役として評価されて、終了予定だった再雇用の期間まで延長されました。これはスギちゃんさんに限らず、AI 学習を始めるほとんどの人がチャット GPT を調べ物に使うぐらいで、自分の仕事にどう活かせばいいのかなんてわからない状態からスタートします。そして本を読んだり資格を取得したりはするけど、特に何かできるようにはならない。そんな人が本当に多いんですね。でもそういう人でも学んだ知識をまずは自分の業務で一つ試してみようと少し動き始めるだけで、一気に自分にできることが増えていきます。ちゃんと実務で通用するようなスキルを身につけて、周りから称賛されたり、キャリアアップにつなげたりできるようになるんですね。だからまずは、いい話を聞いたなで終わるのではなく、この動画で紹介した学習ロードマップをまずはステップ1だけでもいいので、今日のうちに動き出してみてください。もし今日の動画を見た上で情報収集で終わるのではなく、本気でデータ分析、データサイエンススキルを習得したい、業務でデータ利活用の経験を積んで、ゆくゆくは転職したい、今後 AI 時代でも5年10年と活躍できるビジネスマンでありたい、そんな将来を考えられる向上心の高い方には無料の勉強会や体験会もご案内しています。正直本当はうちのスクールで一緒に伴走して、皆さんの目的に合った指導をしていけるのが成果も出しやすいし、一番早いんですけど、そこは審査制で誰でも受けられるわけじゃないんですね。なのでまずは今日から動き出してみてほしいです。AI に代替される不安に怯えるのではなく、どこでも活躍できる専門性を身につけて、ポジション、収入、働き方の全てを手に入れたい人はぜひ案内を受け取って参加してください。また今日の内容を後で復習できるように、0から30時間で達成、生成 AI パスポート合格ロードマップという電子書籍も用意しています。第3章、第4章の出題範囲の高いトピックを章別にまとめたチェックリストもついているので、これさえあれば今日紹介した3ステップを迷うことなく自分の学習に再現できるようになります。受け取り方は簡単で、概要欄のリンクから僕の公式メルマガに登録してもらうだけです。メールアドレスを入れてもらえばすぐにお送りします。メルマガの方でも AI データ分析の最新の学び方を普段から配信しているので、合わせて受け取ってもらえたら嬉しいです。最後に一つだけ質問させてください。あなたが生成 AI パスポートを取ろうと思ったきっかけって何ですか？ AI 時代に取り残されたくない、転職や昇進で差をつけたい、業務で AI を活用したいなど、人それぞれだと思いますが、ぜひコメント欄で教えてください。他の人の動機を見ると自分のモチベーションが上がるきっかけにもなるので、みんなでシェアできたら嬉しいです。僕も全部目を通してできる限り返信します。それとこのチャンネルでは AI 時代に本当に通用するスキルの身につけ方をこれからも発信していきます。次に何を勉強すればいいかで迷わないように具体的な学び方をどんどん配信していくので、見逃したくない方はチャンネル登録と通知のオンまでやっておいてもらえると嬉しいです。役に立ったと思ってもらえたら高評価もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。